2023年新型 N ワゴンカスタム L ターボデビュー。24、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。プロローグ。今回の動画はナンバー23動画の続きです。前回の動画ではアクチュエーターの取り付け金具を作り終えたところまでお届けしました。動画は金具の取り付けからチューブの加工へと進みます。その中でリアライセンスガーニッシュの外し方も実演しています。今回もどうぞ最後まで動画をご視聴ください。金具の取り付け。取り付け場所に金具を当てて座りを確認します。この段階で金具1の収まりが良くない場合は少し削って形を調整します。金具を接着する台形型のところと金具を脱脂します。接着する場所に2液性の接着剤を塗布してから金具を固定します。接着剤が固まるまでクランプで挟みます。接着剤が固まる前に金具を所定の位置に調整します。最悪金具がずれて固まっても金具1の穴を大きくすれば大丈夫です。このまま完全硬化するまで放置します。くぼみに収まっているかチェックします。手前側のビス頭が当たるので低等ビスに取り替えます。低等ビスです。これで干渉はなくなりました。もう一つも取り替えます。できたのでもう一度確認します。 OK です。接着が終わりました。各方向からの金具の収まりをご覧ください。前方方向です。後方方向です。接着もうまくいったようです。アクチュエーターが軽いのでこの方法で問題ないと考えます。アクチュエーターの取り付け。アクチュエーターを取り付けます。取り付けボルト 5mm に対して穴径は 6mm なので方向調整ができます。この後ハーネスは加工があるので一旦外します。方向を合わせたらボルトを締め付けます。ボルトの長さが短いのでゴムワッシャーは中側1枚にしました。これで取り付けは終わりです。チューブの加工。チューブの加工図です。アクチュエーターを右側にしたので長さが少し長いです。全長を 610mm としています。チューブルートが違うので説明書は参考になりません。両端だけを参考にして中間は図のように作ります。チューブは外部に 50mm 出します。貫通に 20mm 見てウレタンテープを 70mm に切って直に巻きます。付属のウレタンテープは幅 50mm なので半分 25mm にして長さを 70mm で切るのです。次にコルゲートチューブを 390mm で切ってその中にチューブを入れます。上に絶縁テープを粗く巻きつけて固定します。その上からウレタンテープを幅 39mm で切って巻きつけます。
最後にウレタンテープだけを 25mm 幅、長さ 80mm で切って巻きつけます。これで加工は終わりです。カプラーの長さは短くなり、指示は1箇所で良いのでキット材は余ります。続けてチューブ製作を実演します。チューブ製作の実演。全長は 610mm です。切断は簡単なので敷設して最後に切ります。最初の 50mm は外部に出す長さで、次の 20mm は貫通の分です。次の 70mm はコルゲートチューブでは R にしにくいのでウレタンテープのみ巻きます。次の 390mm はコルゲートチューブに入れて、さらに幅 39mm に切ったウレタンテープを巻きます。最後の 80mm も接続側なのでウレタンテープのみを巻きます。それでは加工に入ります。ウレタンテープ 70mm の加工です。定着のテープを 25mm×70mm に切ります。定着は 120×50mm です。こちらは右端の分 80mm です。印をした場所に巻きつけます。非常に粘着性が強いので失敗しないように巻きつけます。テープを貼り付けるときはチューブを直線状にします。幅 25mm でちょうど一巻きです。反対側も巻きつけます。ウレタンテープは9枚入っていますので必ず余ります。できました。次に 390mm のコルゲートチューブを取り付けます。チューブは片側から押して入れても摩擦で入っていかないので割って入れます。コルゲートチューブに入れたらその上にビニールテープを粗く巻いてずれ止めにします。その上から 39mm 幅に切ったウレタンテープを巻きます。終わりました。チューブのサポートは説明書通りにならないので考えてみます。チューブサポートの製作。これはキットに3個付属のホルダー付きハーネスバンドです。ウレタンテープの上からチューブを固定できます。こんな感じです。もちろんコルゲートチューブを巻きつけた上からでも OK です。ただこのバンドはパンチング用なのでその場所に穴が必要です。この固定部を穴に差し込んで使いますが当ミリでは入りません。15mm では緩いです。12mm の穴に適合します。しかし近くに穴がなければ使えません。新たな穴も開けたくないのでこれを使うべく工夫してみましょう。まずこの固定部をカッターで取り去ります。これはタイベース 19K です。これと 150mm のタイバンドを使います。
このようにして両者を結束してバンドは切り取ります。これを3個作ります。チューブの施工。金具からカメラ方向には壁がありますが、ご覧のように 15mm の穴が開いています。この穴を使ってチューブを通します。コルゲートチューブ部の外径は約 12mm です。なので通過は可能です。リアライセンスガーニッシュの取り外し。まずテールゲートロアライニングを外します。ライニングは10個のクリップで止まっているのでクリップ工具で外します。テールゲートの裏側が現れました。ライセンスガーニッシュはビス1本とクリップ4個で止まっています。丸はクリップ、四角はビスを示します。ビスは六角ボルトです。きつく閉じられているのでレンチで緩めた方が良いでしょう。ガーニッシュの落下防止のためビスは緩めた状態のままで最後に抜く方が良いです。クリップは外から差し込みます。なので外すときはこの前後2箇所ある爪を中に押し込みながら外に押し出します。この時には必ずビスを緩めてガーニッシュの浮き代を作っておきます。クリップの爪はちょっと難しいですがすぐできるようになります。クリップを外す順番はどちらかの端から外します。最後にビスを外します。端から外すと中間はこのように浮くようになります。これでガーニッシュが外れました。ビスとクリップはこのようになっています。クリップはガーニッシュに取り付けてあるので中側に抜こうとしても無理です。ではこれからチューブの穴を開けます。イヤハッチの穴開け加工。グロメットの収まりを確認するために先ほどのパネルに 9mm の穴を開けました。グロメットを入れてみます。プレートは 2mm で鉄板圧とは違いますが確認なので問題ないです。入りました。チューブの外径は 7mm です。チューブを通すにはそのままでは通りません。説明書に従って石鹸水を塗布します。グロメットの中に石鹸がついていないので最初は硬いですがこんな感じです。この感じだと多分片手で通せます。カメラ脇の指定場所にミニドリルで小さな穴を開けました。カメラ枠下端から 22mm、 左から 10mm の指示ですが少し左にしないとグロメットが枠に当たります。結果穴の左が斜めの板金に少しかかります。針を取ったら切り子は中側も丁寧に清掃します。穴の周りをタッチペンで補修しておきます。
中側も同様にします。ノズルの取り付け。グロメットを取り付けました。付属のプライマーを塗布してノズルを取り付けます。丁寧に脱脂したら指示通り10分乾燥します。ノズルの内側も同様にして乾燥させます。ノズル側に付属の両面テープを貼り付けます。位置を合わせて貼り付けます。付属の型紙を使ってノズルの先端位置をチェックします。仕上がりはこのようになります。石鹸をつけてチューブを通します。石鹸は拭き取っておきます。印が 50mm ですが、接続すると少し短いようです。無理のない癖を取ります。55mm ほどでしょうか。結局貫通分の 20mm で緩和されるようです。ガーニッシュを取り付けて終了です。N ボックスではガーニッシュがカメラに当たるので 5mm 切り欠くのですが、 N ワゴンは大丈夫です。チューブの敷設。この交差の部分はこのように上越しにします。下越しではチューブの曲がりがきつくなります。癖を取りながらサポートを取り付けます。剥離紙を取って鉄板の裏側に貼り付けます。こちら側も同様に行って癖を直します。できました。最後に両サイドにアルミテープを貼り付けます。アクチュエーターの接続口とサポートです。チューブの出口です。グロメットが見えます。ノズルの試験。電源を仮接続して動作を確認します。最終の動画でナビ画像を見ていただきますが、この段階で試験をしておきます。今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。